マックスのことをもっと知る？はい。何をされると嬉しいとか嫌とか、どんな時どういう風に動くかとか、そういうことを知ってマックスくんのことを信じられるようになったら、怖さが和らぐかもしれないと思ったんです。なるほど。言ってることはなんとなくわかる。だが少し性格を知ったくらいで怖くなくなるもんなのか？いや、やるだけやってみるか。実際俺が石原の代わりに大会に出ようと思ったのは、こいつが相棒思いな犬だって知ったからだ。望月の言う通り、こいつのことをもっと知れば、もしかしたら。分かった。その方法試させてくれ。だがマックスを知るっつっても、具体的にどうすれば？それなんですけど、マックスくんを観察してみるのはどうでしょうか。少し離れたところから見るだけなら、東雲さんの負担にもならないんじゃないかなって。いいんじゃないかな。彼がどんな犬なのか興味を持って眺めるだけでも得られる情報は十分あるだろうしね。それならこんなのはどうでしょう。芝をそんなに引っ張らないで。お友達がいっぱいでみんなはしゃいでるね。ああ、犬ロボも楽しそうだ。まさか犬の散歩を観察する日が来るとはな。だが歩いてるところを見てるだけじゃ何もわかんねえ気がするが、これでいいのか？大丈夫かい、東雲くん。はい。こんだけ離れてればまあ。これでマックスのことがわかるかって言われると微妙っすけど。そうかい。僕は散歩を選んで正解だったと思っているよ。例えばサモくんは花里くんにぴったりついて歩いているね。とても甘えん坊な性格のようだ。芝尾くんは好奇心旺盛だね。犬ロボにも興味を示しているようだし。そうか。では試してみようか。犬ロボトリプルアクセル。今犬ロボくん空中でたくさん回転してなかった？芝尾、犬ロボくんに興味津々みたい。ほんとだ、いっぱいクンクンしてる。ほらね。いや、なんで犬にあんなジャンプ機能つけてんだよ。だがこうしてみると確かに結構性格に違いがあるみたいだな。さて、ではマックスくんはどうかな。他の犬より歩くのが遅い。それに時々立ち止まって石原の方を振り向いてるな。もしかして足の怪我を気遣って。いえ、気になさらないでください。ワンちゃん好きなの？
お、頭？頭やお尻は嫌がる子が多いので、初めましての時は触らないでくださいね。お、おい、そこは触らない方が。嫌がってねえわけじゃなさそうだな。なのにこいつ、我慢して。おとなしかったな。頭触られんの嫌なんだろ。そうみたいだな。相棒のことを思ってずっと怪我の心配をして、子供に嫌なことをされても怒らないで我慢する、そういう優しいやつなんだな。どうですか、東雲さん。お、ああ。まあ少しはこいつのことが分かった気がするな。さっきより怖くなくなったっつうか。本当ですか？やったー、効果ありだね。じゃあもう少しマックス君の観察を続けてみましょうか。ああ。だがこのまま散歩ばっか見てても進展があるかっつうと。あ、確かに他のことをしている様子も見た方がいろいろな面を知れそうですね。では今度は少しハードルを上げてこんな観察はどうだい？